っほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのはケーブル、ナイス HCK グリーリの、名前の通りのグレー色の布被膜を持ったケーブルで、非常に太い4芯ケーブルだ。使用されている洗剤はミックス PP や星夢と同様のもの。このケーブル、音ははっきりと明確に聞こえるようになるんだけど、タッチノイズに不満がある。特に、密閉度の高いイヤホンで使った時に、ゴソゴソという自分の衣服とケーブルの繊維のタッチノイズがかなり大きめで、取り回しなどはこの太さのケーブルにしては、悪くはないんだけども、タッチノイズをよく考えて購入した方がいいケーブルたちだ。で、スタードリームと完全に同様の仕様を持っているように思える、リノ、6N の洗剤も同じだし、プラグ周りの設定もいつもの HCK、2.5、3.5、4.4 ミリのケーブル、スライダーはなし、そして、2ピンと MMCX の設定があるぞ。じゃあ何が違うのかって？リノとスタードリームは見た目の配色が違うよな。色が違うだけじゃなくて、被膜がリノの方が若干硬質だ。このおかげで、若干だけど、タッチノイズの性質が変わってくる。ゴソゴソと大きな音を立てるタッチノイズは、リスニングの大きな障害になるんだけど、より繊維が柔らかくて、表面が変形する。スタードリームは、よりくぐもって大きな音が、リノの場合、表面がツルツルとした服を着ていれば、それほど大きなタッチノイズが発生しない。この違いは小さいようで大きい。こちらの方が、より実用的に使えるはずだ。なんでそんなに頭を悩ませてまで、このリノを使いたいのかというと、ケーブルとしての性能がしっかり高いから。リノは4芯の純銅ケーブルなんだけど、価格に対して純度が高く、他の OCC 線よりも、さらにくっきりと音を聞くことができる。さらに、柔軟性もあって、若干重量があること以外は、ほぼ何も犠牲にしてないケーブルだ。ただし、タッチノイズは環境によってはかなりなる。間違いなくお家の中でうろうろしながら使うことは難しいし、タッチノイズに悩まされることになるだろう。ただ、それ以外の使用感は本当に良いんだ。おそらく、スタードリームも、リノも、その弟分のミックス PP も、どのようなイヤホンでも、若干の感触傾向が許せるなら、非常に優秀で万能なケーブルだと思う。同じ、低価格の単結晶銅ケーブルである、ジアレイシリーズと比べると、明らかに中高音域側の表現が良い、より明確で、音が切り分けやすくなる印象だ。弟分のミックス PP と比べると、とにかくこの洗剤の分厚さが違いになる。ミックス PP よりさらにタッチノイズが大きくなっているんだけど、同じ繊細さを持ちながら、中低音域もしっかりブーストしてくれるので、力強さを失わないで、かつ、明細な表現ができるようになる、という言葉にワクワクしたのなら、購入の価値があると思うぞ。とにかく物は良く、それに対して値段は良心的。あとは、タッチノイズをなんとかできれば、常に使いたいレベルのイヤホンになるんだけど、布被膜でそれでもジアレイや、レッド AG をおすすめするのは、あのあたりが実用上タッチノイズの音量の限界、という感じがするから、お値段もこなれてておすすめしやすいしな。リノはまさしくサイのように、どっしりデスクトップに腰掛けたり、座ってのんびりと聞くときに、進化を発揮するイヤホンケーブルだ。決して、サイのように突っ走りながら使うようなものではない。それやるとタッチノイズももちろん、被膜が汗吸って匂いが大変なことになるぞ。もし、その大変なことになった匂いを体験したいなら、イヤホン屋さんの中古コーナーに行くといい。生活臭？死んでないこれ？って思うくらいの凄まじい匂いがするから、と、こんなところだな。布巻きケーブルや太いケーブルというと、タッチノイズという問題がつきまとうんだけど、太めのケーブルに関しては、ナイス HCK ブルーアイランドのように、つるっとした表面で用意してあげるのが正解なのかもしれないな。といったところで今回はここまで。